原神心理学ガイアの性格分析編。こんにちは、コバトーンです。リクエストを昔から大量にいただいていたガイアについて解説します。謎多き男として初期のストーリーからたびたび登場し、我々を魅了してくれる魅力的なキャラクターです。まだまだこれからもストーリーの本質に絡んできそうな気配がひしひしと感じられる存在で、裏がまだまだある可能性は高いです。しかし性格に関しては現在判明している過去や描写からある程度当たりがつけられるので掘り下げてみましょう。ネタバレ注意。今回はガイアの過去についても触れます。実はガイアの重大な秘密はプロフィール画面にがっつり書いてあるのですが、好感度やレベルを自分で上げてから読みたい人は要注意です。他にもイベントやダインスレイブの話にちょくちょく登場した要素が挟まりますので、そのあたりもご留意ください。登場範囲があまりに広いキャラなので、どこまでネタバレなのかと言われると非常に難しいところなんですが、重大なポイントはキャラストなので、そこが一番ネタバレ注意ポイントです。大丈夫な方は続きをどうぞ。ガイアのストーリー。ガイアはカーン・ルイヤ人です。十数年前、生みの父によってモンドへスパイとして配置されました。これはお前のチャンスだ。お前は我々の最後の希望だ。彼の肩をつかみながらそう告げた父の眼差しをガイアは忘れることができないそうです。モンドで彼を引き取ってくれたのが暁ワイナリーの先代オーナーであるクリプス・ラグウィンド。そう、ディルック・ラグウィンドの父です。そのためディルックとガイアは義理の兄弟なんですね。数年前までは彼らは本当の兄弟、いや双子であるかのように息がぴったり合った相棒でした。洗練された紳士であり、情熱も備えた若きセピロス騎士団の騎兵隊長ディルックとその頭脳であるガイア。彼らは共にモンドを守る存在でした。しかしある日ディルックとクリプスが乗っている荷馬車が魔物に襲われます。非常に強大な魔物に対して当時のディルックはなす術がなく、危険な状態に追い込まれてしまいます。しかしそこでクリプスが邪眼の力を使い魔物を撃退するのでした。とはいえ邪眼にはとても大きな代償があります。常人が邪眼を使用すると命を削ってしまったり大きな反動があるのです。クリプスは邪眼のフラッシュバックに苦しめられました。そしてその苦しみから解放するためディルックは父にとどめを刺すことになってしまったんです。その時ガイアは見ているだけでした。昔から彼の心には大きな疑問が存在します。カーン・ルイヤとモンドが戦争になったらどちらにつく？生みの父と育ての父、どちらにつけばいい？スパイとして送り込まれた彼は自分の本来の使命と愛着を持ち始めているモンドの間で葛藤していたんですね。クリプスが苦しんでいる時もガイアの心にはこの葛藤がありました。結局何もできぬままディルックだけが辛い選択をし、自分はそれを支えてやることすらできなかったんです。皮肉にもクリプスが死んだことでガイアは葛藤から解放されました。そして同時に後悔に襲われます。本当は兄弟としてディルックの苦しみを分かち合ってあげるべきだった。本当は息子としてクリプスを救うべきだった。気づいた時には手遅れでした。罪悪感に追われたガイアは大雨の日にディルックへ自分の真実を打ち明けます。そして二人は決闘することになり、そこで突然神の目を授かったのです。全力の勝負をした二人はその後関係が変化し、徐々に今の関係へと至ります。ガイアは自分の神の目を警告だと捉えています。そして嘘の重みを背負いながら生きていく覚悟をするのでした。本編でのガイア。さて、そんな過去を持つガイアですが、本編ではひょうひょうとした態度を貫いています。いつもちょっとうさんくさい物言いで旅人に助言をしてくれたりしますよね。そんな彼の独特なセリフ回しが人気になっていて、プレイヤーたちからも愛されています。ガイアは普段酒場によく出入りしていて、酒を愛している様子が描かれることが多いですね。セリフなどでも酒に言及することが多いです。飲み仲間はロサリアで、ロサリアは彼が酔っ払ったところを見たことがあるそう。人は酒に酔った時、本性を表すもの。ガイアの口がよく回るのはその本性を隠すためよ。わかりやすいカモフラージュね。彼が酔っ払った姿を君にも見せてあげたいわ。はい、どうやら彼は完全に感情を押し殺しているというより、適度に発散させながら制御して生きているようですね。本編中では同じくカーン・ルイヤ人であるダインスレイブとも会話しています。会話の雰囲気からはダインの方が色々と知っていそうな感じはしましたが、ガイアも未だにどんなスパイ活動をしていたのかは詳細不明なままです。今後の活躍に期待ですね。またガイアは意外と面倒見がいい側面もあることを忘れてはいけません。夏イベをはじめたびたびクレイの保護者役として活躍もしていますよね。クレイの前でしょうもない喧嘩をする大人を諌めるシーンを印象深く覚えている人も多いでしょう。このように自分の過去に起因する後悔をしっかりと背負いつつ、他人への優しさをしっかりと持っていて、ただ普段はそれをひょうひょうとした態度や口のうまさでごまかして生きているのがガイアと言えます。ガイアのビッグ5。
ではガイアのビッグ5を見ていきましょう。ビッグ5について詳しくは過去の動画で紹介していますので、わからない方はそちらをご参照ください。ざっくり言うと、人の性格を5つの軸で網羅的に表現することができる手法です。科学の世界で最も使われている性格の評価方法で、今のところ一番信頼されている方法と言っていいでしょう。まず、ガイアの全体的な性格はこんな感じ。項目を一つずつ見ていきましょう。まず、神経症傾向、メンタルの繊細さを表す指標です。ガイアは日本人平均よりもやや低めということで、メンタルはやや強い感じですね。彼のスパイとしての素性を知っているプレイヤーたちからすると、もっとメンタルが強そうな感じがするかもしれません。しかしながら、ガイアはしっかり自分のことについて思い悩んでいますし、日常生活ではお酒を飲み交わしながら、ロサリアに本心を吐露する場面もあるようです。なので、結構人間らしいメンタルの繊細さも併せ持っているんですよね。メインストーリーではひょうひょうとした態度を崩さないため、そこまで感じ取ることができないのですが、実は繊細さも内に秘めているのが彼の魅力と言えるでしょう。次に外交性です。社交性やポジティブさを表す指標ですね。日本人平均と比べるとやや高めといったところになるでしょう。先ほどの神経症傾向でも言えることなのですが、ガイアというキャラクターは仕事スイッチがはっきりと存在する人間です。そのため、モンドの騎兵隊長ガイアという存在として振る舞っている時には、かなり外交性が高く見える立ち振る舞いをしています。しかし反面、心の内に秘めている悩みや思考も大量にあるため、考え事を好む内向性も併せ持っていると言えるでしょう。ガイアは周囲のメンバーに気さくに話しかけて物語を動かしてくれるイメージがありますが、しっかりと気遣いの動きをしますよね。おそらく仕事としての社交性としっかりと自己反省するような内向性を同時に併せ持っているからこそ、いろいろな人間の内情を感じ取る能力に長けているのではないでしょうか。ガイアらしさが現れている性格特性の一つだと思います。次に誠実性です。これはコツコツ物事を続けられる性質を表します。これに関してはかなり高いですね。ガイアはいつもブラブラしていますし、昼間から酒場にいるような人物として描かれがちです。しかし、裏ではきっちり仕事をこなしていて、どちらかというとめんどくさくてしんどいような内容も着実に進めています。大概のことには先に手を回していて、用意も非常に周到と言えますよね。なので、誠実性はかなり高いです。彼の仕事ができる男っぷりが現れていると言えるでしょう。次に調和性です。これは他人への親切さを表す指標。日本人平均と比べると平均程度に収まりましたね。こちらもガイアを表す特徴的な要素だと思います。まず、ガイアは常にひょうひょうとした演技をしているので分かりにくいのですが、行動だけに注目すると、めちゃくちゃ他人に配慮した言動を心がけています。特に分かりやすいのが夏イベでのクレイに対する態度でしょう。クレイを困らせる大人たちをきちんと叱っていますし、それも憂さ晴らしというわけではありません。イライラをぶつけているわけではなく、ちゃんと彼らのために注意しているようなスタンスですよね。このように優しさをしっかりと持っている性質があると言えます。反面、ガイアにはドライさもあります。セピロス騎士団の中では比較的ダークな仕事を受け持つことの多い彼ですが、宝刀団などの犯罪組織における内情にも詳しく、さらに人脈もあるようです。彼らを自在にコントロールしながら、自分に都合の良いところに着地させる交渉能力は見事と言わざるを得ません。敵の立場からすると非常に冷酷とも言えるでしょう。なので、そういった面では調和性が低いキャラでもあるのです。総合的に見るとバランスをとって中間といった感じですね。基本的に普段は怪しい言動をしているだけであって、親切であることには変わりませんから、優しい人間と言って差し支えないのではないでしょうか。最後に開放性です。これは好奇心の強さを表す指標です。ガイアはかなり強い好奇心を持っていると言えるでしょうね。常に面白さを探していて、旅人が何かしているのを嗅ぎつけると顔を突っ込んできます。また、非常に頭も回ります。特に非合法な人脈に明るいところなどは彼の好奇心の強さゆえに成り立つ部分だと感じるところです。好奇心が強い人はいろいろなことを試してみる性質が強いため、ルールから少し外れたことでもチャレンジしてみる気質が現れやすいです。まさにそんな感じなんじゃないでしょうか。ガイアのダークトライアド。続いてガイアのダークトライアドも見ていきましょう。目立ったところとしてはサイコパシーとマキャベリアニズムが高く、ナルシシズムが平均程度となっています。これも一つずつ見ていきましょう。ガイアの場合、先にマキャベリアニズムを説明した方がつかみやすいと思うので、そちらからいきます。ガイアは非常に賢明な男です。敵味方構わず利用して最適な結果に着地するように人を誘導する手腕があります。時には人を困らせるような選択肢も厭いません。なので手段を選ばない性質を表すマキャベリアニズムはかなり高いと言っていいでしょう。そこに関連してサイコパシーも高いイメージです。
相手に迷惑をかけるような選択を取る場合、どうしても相手の気持ちになってしまうとやりづらいものですよね。なので、ある程度相手の気持ちを無視できる性質を備えていないと難しいと言えます。そういった面でサイコパス性が高いと考えられますね。ただし、倫理観はしっかりとありますし、手段を選ばず進めている目的自体がセピロス騎士団のためであったり、クレイのためであったりするため、方向性が正しい人間なのです。目指している目標そのものが人のためになる内容なので、ドットーレなどとは違う性質になるわけですね。そして、ドットーレとの違いを最も大きくしている部分は、ナルシシズムに現れていると言えるでしょう。ナルシシズムは自分が大好きな性質です。これは高いほど良くないかというとそんなことはなく、良いナルシストと悪いナルシストがいるイメージを持ってもらうといいでしょう。例えば、ホヨバース作品で言えば、ミツキなのかやアルジェンティはめちゃくちゃナルシストです。多分自分でも認めるナルシストでしょう。しかし彼らが悪い人間かと言われるとそうではないですよね。彼らは自分が好きだから好きな自分を実現し続けるために努力ができるタイプなのです。一方、悪いナルシストというのはドットーレのような人のことで、自分が大好きなので他人よりも優れているところをアピールするために他人を下げるような行動をする人のことです。自分が大好きという軸は一緒なのですが、向いているベクトルが全く違うんですよね。そしてガイアに関しては良いナルシストであると言えると思います。それなりに自分に対して自信を持っている側面が発言の端々から伺えます。ただし一方で自分が今までにやってきてしまった罪に対してもかなりシビアに評価しているため、自分に対する厳しさも同時に併せ持っています。ガイアに関してはナルシシズムそのもののレベルは高いと思うのですが、過去の自分に対するシビアな目線がナルシシズムレベルを抑えつけるような結果になっていると感じました。以上が彼のダークトライアドです。さて、大まかなガイアの特徴が理解していただけたのではないでしょうか。では、ここからはさらに一つ、ガイアを見る上で重要な要素を紹介していきます。ガイアとシャーデンフロイデと優越。ガイアの特色を語る上で外せない性質があります。それがシャーデンフロイデ。日本語では他人の不幸で飯がうまいというネットスラングが最も近い意味にあたる言葉です。ガイなどを表すシャーデンという言葉と幸せを表すフロイデを合体させた造語ですね。先にも説明したように、ガイアは自身の罪を背負いつつ他人への優しさを向けることができるメンタリティを持っています。ところが同時に他人が慌てふためいているところを見て喜びを覚える性質を持っていますよね。例えば彼の伝説任務でも旅人への情報提供をしておいて、その後に発生するアビスとのドタバタを傍目から楽しんでいる様子が描かれました。また彼のキャラクターストーリーの中にも犯罪組織や犯罪者の行動を把握しているにもかかわらず泳がせているような描写があります。こういった他人の不幸を見て喜ぶ感情をシャーデンフロイデと言います。スターレイルをプレイしている人にとっては優越がピンとくる概念ですよね。せっかくなのでどのような性質の感情なのか解説しておきましょう。シャーデンフロイデとは、シャーデンフロイデはまだまだこれから掘り下げられる概念で、これといった決定版研究はそこまでないのですが、ざっくりとした特徴は分かっています。僕なりに特徴を3つにまとめてみると以下の通り。1、間接的である。2、公平性の回復感がキーである。3、劣等感が強い人ほど効果が強まる。それぞれ解説していきましょう。1、間接的である。シャーデンフロイデは直接的な攻撃ではなく、間接的な不幸の方が起こりやすいです。直接相手をぶっ飛ばしたり攻撃したりすることで快感を得るのはサディズムという性質ですが、シャーデンフロイデは直接的ではない特徴があります。自分が直接手を下したわけではなく、相手が勝手にやらかして社会的に転落したりすると喜んでしまったりするわけですね。例えば有名人がゴシップで人気急落したり、貴族が没落して地位が落ちたり、鼻につくような成功者が化けの皮を剥がされて失墜したりすると嬉しくなってしまう感情がシャーデンフロイデです。2、公平性の回復感。なんでこんな倫理的に問題がありそうな感情が私たちにあるのかというと、人間社会の存続のために備わっていると考えられます。ポイントは公平性の回復感です。人間は集団で協力することで生き延びてきました。そのためそれに必要な性質が徐々に色濃くなるようになっているんですね。以前紹介した一貫性という性質を思い出してみましょう。一貫性とは簡単に言えば約束を守ろうという性質です。人が他人と協力して生きていくためにはとても必要なことですよね。大昔狩りをしていた人類にとっては、マンモスのような巨大で危険な獲物を相手にするとき、約束を守ってもらえなかったら命を落とすことになってしまいます。そのため約束を守れるような存在が重宝され、逆に約束を守ることができないような人間は集団内から排除されるような性質を持っているんですね。
それが私たちに備わっている一貫性です。シャーデンフロイデはこのような生存戦略の一面と言えます。約束を守った者がより認められていく性質が一貫性であるなら、逆に約束を守らなかった者を適切に処罰してほしいと思う気持ちもありますよね。それがシャーデンフロイデの根源と考えられます。悪いことをしたんだからちゃんと痛い目を見てよっていう感覚です。だいたい約束を破っている時というのはずるいことをしているとか一人だけ得をしているようなことが多いです。そのためそういう相手には不公平感を覚えてしまい、公平なところまでしっかり転落してほしいと思ってしまうんですね。なので覚えておいてほしいのですが、決してシャーデンフロイデという感情を持っているということは悪ではありません。むしろほとんどの人間が備えている性質と言えるでしょう。ただそれが強めに出る人間とあまり表に出ない人がいるようなものです。例えばストーリーの中で権力を貪っていた悪役が正義の味方にボコボコにされて吠え面をかいている状態を見て僕たちはスッキリしたりしますよね。これも広い意味で捉えればシャーデンフロイデです。僕たちは直接その悪役を殴ったりしていませんが、ずるいことをしていた存在が適切な処罰を下されることで公平になった感じがして快感を覚えるんですね。悪役がやられて正義が勝つというのは僕たちの価値観にも倫理観的にも正しいことなので、問題なく快感を享受していいことになっています。しかしこの感覚は倫理観に沿って成立するものではありません。不公平であるとかずるいと思っている感情が解消されたと思えれば様々な場面で発揮されてしまうんです。ポイントは思えればというところ。だから人気がある有名人が転げ落ちるところを見て喜んだりします。冷静に考えれば有名人だからといって得をしているわけではありませんよね。ずるいことをしているわけでもないでしょう。ただし私たちはそれを羨ましいと思う気持ちを持っています。他人に認められたい、他人からチヤホヤされたい、他人から好意を向けられたい、そのように願う気持ちがあるわけですね。有名人はそのような私たちが望むものを持っているような気がしてしまうんです。だから彼らが転げ落ちることによって同じような立場まで落ちた、これで公平になったと錯覚してしまうんです。要するに全部思い込みなんですけど、錯覚でもいいからその感覚があればシャーデンフロイデは発動してしまうというわけですね。大昔の狩りをしていた頃とは違い、現代ではメディアや SNS を通じて本来不可能だったくらい広い範囲の人々を認識することができます。それゆえにもともとは集団を維持するために備わっていたシャーデンフロイデという機能が想定外の範囲にまで起動してしまっているというわけですね。なのであまりにこの感情に飲まれると倫理的にアウトになってしまうことがあるので、知った上で注意できるといいですね。3. 劣等感が強いほど効果が高まる。シャーデンフロイデは自身の劣等感が強いほど強力に働くことが分かっています。先ほど説明した通り、錯覚で良いので相手の方が優れている、相手の方が得をしているといった意識になるほど処罰感情も強くなります。そのため自身が劣っているという気持ちが強ければ強いほどシャーデンフロイデの働きも効きが良くなってしまうんですね。なので例えばアルハイゼンのように自分に自信があり、他人なんてどうでもいいと思っているメンタリティだとシャーデンフロイデはあまり効きません。有名人が失墜したみたいな噂を聞いても、俺の仕事が増えないならどうだっていいくらいに思ってそうですよね。逆にフォンテーヌのモブたちみたいに他人が裁かれてはしゃいでいる人たちはかなりシャーデンフロイデが強いと言えるでしょう。そういう意味でもフォンテーヌ人は非常に人間臭いと言えますね。ガイアのシャーデンフロイデ。ガイアのキャラストを読んでいて違和感のある部分がありますよね。それが父が亡くなった場面。彼とディルックの父親は正体不明の力を操って魔物を撃退したが、その力の反動により命を落とした。ガイアもディルックも目の前の光景に呆然とし、騎士が持つべき冷静さを失っていた。クリプス様のような人でも危険な力を手に出すとはな。悪い考えが頭をよぎり、ガイアは微笑んだ。この世界は本当面白い。共通の父親を失った後、二人の少年は別々の道を歩き始めた。後に大きな後悔を抱くことになる岐阜の死ですが、この時ガイアは面白がっているのです。基本的なガイアの性格からは考えられませんが、シャーデンフロイデを知っているとある程度分析することができます。ガイアはとても強い劣等感を持っていると言えるでしょう。彼はスパイであり、家族やモンドをずっと騙している後ろめたさを抱え続けています。そしてカーン・ルイヤとモンドの間で揺れる葛藤を抱き続けているんですね。そんな彼からしたら実の親子であるクリプスとディルックは眩しい存在だったでしょう。ディルックは完璧な紳士ですし、その父も同様に高潔な人物です。そんな高潔な人物が神の瞳を望みつつ、ずっと手に入らない葛藤をしていました。
そして不幸にも家族を救うためにジャガンという横島な力に身を落としたのです。さらに助けられた息子はその父を自分の手で殺さなくてはいけませんでした。なんとドラマチックな転落劇でしょう。家族であるはずなのに、自分からははるかに遠い高みにいた二人が自分と同じくらい不幸な境遇に転落してきたのです。しかも自分は一切手を下すことなく。これはシャーデンフロイデの特徴と一致していますよね。詳細は描かれていないので分かりませんが、クリプスやディルックに対してほの暗い優越の感情を抱いてしまったのだと考えられます。でもだからこそガイアは後悔したんでしょう。本当は助けてあげるべきだった父に対して何もせず、痛みを分かち合うべきだった兄弟に対して手を差し伸べることすらしなかった。それなのにそれを見てうっすらと喜びすら覚えてしまった自分が許せなかったんだと思います。それがいよいよ耐えきれないくらい後悔の念が強くなってディルックへ真実を伝えたんでしょうね。そしてそこからはガイアの生き方が変わります。門を隠していることはないですが、この時にしてしまった自分の罪を後悔として背負って生きているんだと考えられます。今度は別の劣等感を抱くことになったガイアは、宝刀団や旅人がドタバタ劇を展開する様子を傍目から見て微笑んでいます。これは自分以外のやつも焦ったり後悔したり泣いたりするんだという、自分だけじゃないんだという公平感から来るシャーデンフロイデなんでしょうね。まとめ、後悔を抱えながらも気高く前を向く男ガイア、いかがでしょう。ガイアはとてもひょうひょうとしたキャラでネタキャラとしても愛されています。しかしキャラストを知るとかなりハードな過去を持っている存在であることがわかりますよね。そして自分の出自から来るコンプレックスや葛藤と戦い続ける人生を歩んでいます。強い劣等感から来るシャーデンフロイデを持っているキャラではありますが、決して闇落ちすることなく自分なりの関わり方でモンドや周囲の仲間を導く気高さのある人間だと思います。今後もカーン類や関連、モンドの掘り下げなどで登場が期待できるキャラなので活躍に期待しましょう。それでは今回の情報もあなたが原神を楽しむための一助として参考まで。